パーティーの席で娘がわざと夫に質問を投げかけました。パパ、ロイド先生がパパの赤ちゃんを産むってことは、これから私たち一緒に暮らすの？彼は丁寧に切られたステーキを私の皿に取り分けながら優しく答えました。ママとは約束してるんだ。先に裏切った方が相手の人生から消えるって。パパはそれができないから、これは秘密にしなきゃいけません。たとえ赤ちゃんが生まれても、ママには絶対に知られないようにします。そして彼は、私に向かって手話でずっと君を愛していると言いました。私の目がうっすら赤くなるのを彼は気づきませんでした。彼が知らないのは、私の聴力が1週間前に回復していたこと。隠していた愛人の存在に私が気づいていることも。そして何より、私がセル高原への教育ボランティアのチケットを密かに購入していたことです。あと7日、手続きが完了するのを待つだけ。そうすれば、私は完全に彼の人生から消え去ります。私は目の前のステーキ皿を押しやり、演技に付き合うことを拒みました。私が立ち上がると、夫のジャクソン・グラントもすぐに立ち上がり、手話でどうしたのかと尋ねました。私は首を振り、もう遅いからそろそろ休むわ。彼はついてこようとしましたが、親友たちに止められました。クイーンは休みが必要なんじゃない？彼女は繊細なんだから。なんでそんなに急ぐのさ。そうだよ、なあ。キャシディがもうすぐ来るぞ。1日ぶりだろ？会いたくないのか？娘のボニーも加わり、彼の袖を引っ張りながら言いました。パパ、もうロイド先生に会いたいな。ママと一緒に帰らなくていい？ジャクソンの顔に一瞬パニックが走りました。私の表情に変化がないのを確認すると、彼は眉を潜めて警告しました。クイーンの前では彼女の名前を出すな。なんで？ママは聞こえないんだもんとボニーが反論しました。その言葉に後押しされるように、私はジャクソンを椅子に押し戻しました。一人で帰れるから。あなたたちは残っていて。きびすを返して個室を出ると、彼が反論する隙を与えませんでした。数歩進んだところで、キャシディ・ロイドがレストランに入ってくるのが見えました。わざとかどうかはわかりませんが、彼女の肩が私にぶつかり、よろめかせました。キャシディは個室に入ると、駆け寄るボニーをすぐに抱き上げました。ボニー、1日ぶりだね。会いたかった？もちろんだよ。ボニーは陽気に答えました。キャシディは思わず笑みを浮かべました。じゃあ、チューして。ボニーはすぐに彼女の顔を抱えて頬にキスをしました。二人の様子を見ていると、本当の母娘のように見えました。彼女はボニーを下ろすと、ジャクソンの腕の中にすっと入り、表情は甘えたような可愛らしさに満ちていました。彼の目には、私が今まで見たことのない柔らかさがありました。彼が何か言う前に、キャシディはつま先立ちで熱烈にキスをしました。やれやれと友人の一人が呆れたように目を回しながらつぶやきました。もう何ヶ月も経ってるのに、まだこんなにベタベタしてるなんてな。彼の友人たちは誰も気にしている様子はなく、ボニーも何度も見慣れたような顔をしていました。私は彼ら全員を見つめ、骨の髄まで冷たいものを感じました。つまり、私以外はみんな彼らの関係を知っていたのです。テーブルを囲むから会が大きくなるにつれ、キャシディの唇は勝利の笑みを浮かべました。収拾がつかなくなりそうな中、他の連中がさらに焚きつけ、最後にやったのはいつだ、と聞き始めました。ジャクソンは恥ずかしそうにうつむき、キャシディは興奮した様子で言いました。2日前よ、主人寝室の隣の部屋で。彼女と同じ言葉を私も同時に小声で繰り返しました。2つの声が重なり、部屋中が興奮に包まれました。笑う者、歓声を上げる者。ジャクソン、
お前もようやく分別がついたな。そうだよ。俺たちの立場で誰がそんなに低粛でいられるって言うんだ。隠し通せりゃ人生楽しめるぜ。クイーンは耳が聞こえないんだから絶対にバレないさ。私の名前が出たとき、ジャクソンの笑顔が硬くなりました。表情が氷のように冷たくなりました。この話をクイーンに漏らすなよ。彼の友達は全く気にしていませんでした。ただ、さらに大きな笑い声を上げただけです。ボニーも大声で加わりました。心配しないで、パパ。ママにはバレないよ。だって耳が聞こえないんでしょ？彼らの笑い声が個室に響き渡りましたが、私はドアの外で凍りついていました。後ろのウェイターにそっと肩を叩かれて、ようやく我に返りました。失礼ですが、何かお困りですか？たちまち、個室に静寂が訪れました。全員が私を見つめ、ジャクソンは強行状態でした。彼は慌ててキャシディの腰から腕を外し、視線は私の顔以外のあらゆるところを方向いました。彼は必死に手話を始め、なぜ戻ってきたのか。キャシディはただの母校の後輩だと主張しました。彼が気づいていなかったのは、彼の唇には彼女の口紅がべっとりついていたことです。彼女の手はまだしっかり彼の腰を抱えていました。彼女が私を見る目は、嘲笑と勝利に満ちていました。去る覚悟はできていても、目の前の光景を見ると、まだ呼吸が苦しくなりました。私は無理やり笑顔を作り、鍵を届けに来ただけよ。楽しんでね。テーブルに鍵を置き、振り返りませんでした。後ろの声を無視して、外に出ました。路上では、車の流れと道沿いのきらめく光に囲まれていました。私が感じたのは、冷たい虚無だけでした。どこへ行くべきか見えず、何も聞こえませんでした。思い出は5年前、オビ砂漠への旅行に遡ります。ジャクソンと私は道に迷い、丸一日一夜さまよいました。周囲は完全な静寂で、ただ彼の手のぬくもりだけが感じられました。あの時、彼は手話で、もし一緒に死ぬなら、せめて愛の終わりにはふさわしいと伝えました。彼はいつも死が二人を分かつまで私を愛し続けると言っていましたが、私たちの関係も終わりを迎えたのでしょう。家に着くと全身がぐったりしていました。ベッドに倒れ込み、ぼんやりと天井を見つめました。初めてジャクソンに会ったのは就職説明会でした。彼を見た瞬間、私はどうしようもなく恋に落ちました。それ以来、私が彼を追いかけていることは周知の事実でした。この前まで彼は告白してきた他の女性をすべて断っていました。私が現れるまで。私は毎日彼に会う方法を見つけ、話しかけ、食事に連れ出し、3年間しつこく彼を追いかけました。何度断られても私の気持ちは揺らぎませんでした。ある夜、解雇されたばかりの従業員が酔って暴れ、会社の入り口でジャクソンを立ち往生させました。他のみんなが逃げる中、私は彼の前に飛び出しました。二人とも血まみれになって気を失うまで殴られ、暴漢はようやく去りました。この事件で私は聴覚障害者になりましたが、ついに彼の気持ちを動かしました。ジャクソンは血だらけの私を抱きしめ、声を震わせて恐れながら言いました。結婚しよう、クイーン。付き合ってからも私の愛は衰えず、彼の愛はさらに強くなるばかりでした。ボニーが生まれた時、彼女はいつも私を耳の聞こえないママとして扱いました。ジャクソンは数えきれないほどの不眠の夜を費やし、彼女に手話を教えて、私がもっとうまくコミュニケーションを取れるようにしました。ドアロックの音が記憶から私を引き戻しました。私は横を向き、眠っているふりをしました。間もなく背後で動きを感じました。そして彼の手が私の体を這い始めました。彼の温かい吐息が首筋に触れました。
これが彼の欲望の表し方でした。数週間前なら私は自制心を失い、ジャクソンに応じたことでしょう。しかし今、私が感じたのは嫌悪と吐き気だけでした。ちょうど1週間前、私の聴力がついに回復しました。ワクワクしながらそのニュースを彼とボニーに伝えようと家に帰ると、客間から彼の狂ったようなうめき声が響いていたのです。全身が凍りつきました。幻覚ではないかとさえ疑いました。その部屋に突入する前に、いつも私を見下していたボニーが、宿題を手伝うように言い訳をして私をそらしました。彼女は私を押しのけ、キャシー先生の楽しみを台無しにしないでよとつぶやきました。その時、私は彼女がどれほど母親である私を交代させたがっていたのか理解しました。彼らはみんな、私がまだ耳が聞こえず、彼らの行動に気づいていないと思い込んでいましたが、彼らが知らないのは、私がすべてを聞いていたことです。あの日、私はセル高原への教育プログラムに応募し、航空券を予約しました。ちょうどジャクソンと私がかつて約束し合ったように、もしどちらかが相手を裏切ったら、裏切られた方が消えると。だから、私は彼の世界から完全に消え去ることに決めました。彼もボニーもいりません。しかし、隣の部屋で彼とキャシディが常時にふけっている記憶が頭の中で反響し続けました。胃がねじれ、私は思わず飛び起きて彼を押しのけました。ジャクソンは鋭い叫び声を上げて床に転がりました。私は一瞬凍りつき、反射的に彼を助け起こそうとしましたが、手が動きませんでした。彼は怒りませんでした。代わりに、心配そうに私を見つめました。クイン、どうしたの？私は口を開けて答えようとし、耳が聞こえないふりをしなければならないことを思い出しました。しばらくして彼もそれに気づきました。彼は手を挙げ、手話を始めました。何でもないと私は答えました。ちょっと気分が悪いだけ。すると何かひらめいたかのように、彼は突然パニックになり、必死に手話を始めました。キャシディはただの昔の同窓生だ。僕たちのことを誤解しないでくれよ。彼はいつも冷静沈着なタイプでしたが、今日は彼女のせいで完全に自制心を失っていました。私はわざわざ返事をせず、ただ軽くあしらいました。疲れた。もう寝るわ。彼に背を向けて横になりました。視線の隅で彼の表情が硬くなるのが見えました。長い時間が経ってから彼が小声でつぶやくのが聞こえました。本当に君を愛しているよ、クイーン。本当に、本当に。もし君が僕を去ったら僕は死んでしまう。涙が止まらずにこぼれ落ちました。もし彼が私を愛しているのなら、なぜ裏切ったのですか？私たちは一生離れないと約束し合いました。もしどちらかが道を踏み外したら、相手の世界から完全に消え去ると。かつて共有したあの美しい思い出は、目の前の残酷な真実によって粉々に砕かれ、何も残りませんでした。翌朝、ジャクソンはボニーと私を連れ出して遊びに行きたいと言いました。私の様子が違うと感じたのか、それとも彼の心の奥底に潜む罪悪感のせいかもしれません。ずっと遊園地に行きたかったけど、時間がなくて。クイーン、ボニーと一緒に来てくれる？彼は手を揉みながら哀れっぽい表情を浮かべ、明らかに私の反応を引き出そうとしていました。普段はせっかちなボニーでさえ、遊びに行くことに純粋な興奮を込めて私を見つめました。しかし、ジャクソンの首に残ったキャシディの痕跡彼の襟がボタンを止めていなかったちょうどその場所が、私を睨みつけていました。彼に対して感じられたのは、純粋な軽蔑だけでした。ボニーは素早く行動しました。私が反応する前に、一日に必要な荷物をまとめました。遊園地では、彼女はずっと私の手を握り、ジャクソンは2人を警戒しながら見守り続けました。
私は少し唇を尖らせると、彼は次の瞬間に水を差し出すことを知っていました。彼は私が1秒でも長く見つめたものを何でも買い与えようと主張しました。私が昔好きだったけど、挑戦する勇気がなかったアトラクションでさえ、すべて乗るようにしました。彼は疲れ果てていましたが、それでも私の手をしっかり握り、離そうとしませんでした。ボニーは私の腕の中で寄り添い、長い間見たことがないほど幸せそうな顔をしていました。結局、ジャクソンは3つのお守りブレスレットを買い、私たちの手首につけました。彼は優しく言いました。これがあれば、私たちの家族は決して離れ離れにならない。私は黙っていました。彼は私の手を取り、自分の胸に当てました。クイーン、感じる？僕の心は君への愛で満ちている。ずっと君だけのものだよ。ボニーが嬉しそうに加わりました。家族はいつも一緒にいるべきだよ。嬉しい。私は彼らの期待に満ちた顔を見つめ、抑え込んできた怒りが冷静さを引き裂きそうになりました。彼らは私を愛していると言いながら、共謀して私を裏切りました。彼は他の女と子供を作りながら、私に永遠を約束しました。私がどんな罰を受けるに値したというのでしょう？私の沈黙と曇った表情に気づき、ジャクソンは笑顔を消し、今喋ったのと同じ言葉を手話で繰り返しました。一瞬、私は彼が私の聴力が回復したことを知らないことを忘れていました。私は無表情で彼を見つめ、声を凍りつかせて言いました。あなたの心が本当に私だけのものだって確信しているの？彼の顔に一瞬パニックの色が走り、無理やり笑顔を作りました。もちろん、うちの娘にも。僕の心は君たち2人のものだよ。ボニーが横から口を挟みました。ママ、私に嫉妬してるんじゃないよね？彼女がそれ以上言う前に、着信音が彼女の言葉を遮りました。ジャクソンは脇にそれました。しばらくして戻ってくると、申し訳なさそうな様子でした。ごめん、クイーン。仕事で急な用事が入ったんだ。対応しなきゃ。彼はボニーの方に向き直り、彼女はすぐに言いました。私も一緒に行くよ、パパ。そう言うと、彼は彼女の手を取って急いで外に出て行きました。緊迫感が顔に現れていました。彼が知らないうちに、私は先ほど電話が鳴った時に発信者 ID を見ていましたキャシディ。無表情で私は立ち上がり、手首に巻いていたブレスレットを外してゴミ箱に投げ捨て、出口に向かいました。彼らがそんなにキャシディを気にかけているなら結構です。彼女を手に入れればいい。これからは4人の家族になって幸せに暮らせばいい。その後数日間、ジャクソンとボニーはほとんど姿を見せませんでした。顔を出すと彼は疲れ果てて消耗しているように見え、まるで人生に押しつぶされそうでした。彼らは静かに動き回り、まるで私に気づかれたくないかのようでした。私は彼らを暴き立てるようなことはしませんでした。ただ、彼らが望むように、耳の聞こえない愚か者のふりを続けました。一方、キャシディは決して黙っていませんでした。ボニーとの新しい車でのドライブや、ジャクソンが彼女のために自ら料理を作ったことなどについて投稿し、彼らが注ぐ愛を誇示していました。彼女の投稿のもとには、からかったり祝福したりするコメントが並びました。その間、私は家にいて、静かに彼らの世界から私自身の痕跡を消し去っていました。1日目、キャシディは SNS に、ジャクソンとボニーが彼女と遊園地で花火を見ている写真を投稿しました。私は家中をくまなく探し、彼らと私の写真をすべて集め、細かく引き裂いて、何も残らないまで焼き尽くしました。2日目、彼女はまた別の写真を投稿しました。今度はジャクソンとボニーが彼女のために花の海を用意しているところです。
私は作業員を呼び、別荘の裏にある温室私のために建てられたあの温室を何も残さず取り壊しました。最終日、彼女はボニーを抱きながら耳をジャクソンの胸に押し当てている写真を投稿しました。荷造りを終えて出発する準備ができたとき、久しぶりにジャクソンがボニーの手を握り、戸口に立っているのを見ました。彼の目は血走っていました。彼はファイルを握りしめ、明らかに緊張している様子でした。彼は私に手話で言いました。本当なのか、クイーン？これは君がセル高原で教えることになっているって書いてある。